Hello everyone, it's Aaron. Thank you so much for your continuous and warm support. I came to the flower shop today. I come here regularly to buy flowers. I will tell you the reason why later in the video, so I hope you will watch until the end. All these colorful flowers are so beautiful. I'm looking for flowers as an offering, so I'll choose ones with calm, gentle colors. Flowers are quite expensive, aren't they? I think I will buy these today. By the way, my son is the one trying his best to film this for me right now. As soon as we get home, I arrange the flowers in a vase. It's always so difficult to know exactly where to cut the stems. Next, I light the incense. This is my daily morning routine. Please continue to watch over us from heaven today. I mostly talk to him about how our son is doing.アラオンです。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。実は、そうですね、いつも、私が、ルーティーンで、していることをお話ししたいと思います。そうですね、私は夫を亡くして、から、一人で子供を息子を育ててきているんですけれども、毎日欠かせずにやっていることが、ですね、夫への挨拶です。日本にはその仏壇っていういろんなタイプのものがあるんですけども、
そういう、こういう、なんていうんですかね、四角いものといいますか、あって、そこにお花と、お線香と、まあ、位牌とか、写真ですね。とかを、飾って、お参りするっていうのが、通例なんですけども、昨今は、仏壇を置いていない、ご家庭も多くてですね、えー我が家も、ちょっと仏壇高いっていうのもありまして、簡単なテーブルに、あのちょっと、お線香と、ろうそくと、ちょっと置いてる形になるんですけれども、毎朝、夫には、え声かけている感じです。でも、やっぱりですね、亡くなった当時は、そうですね、向き合うことができないというか、とりあえず今何が起きているのか、自分の中で理解できていない状況だったので、なかなか、こう、お花を備えたり、前で合唱して話しかけたりとか、そういうのが辛くてできない時期も結構長くあったんですけれども、今は、ま息子を育てているうちに、私がちゃんとしっかりしなきゃと。で、そして、毎日、夫には報告しなきゃと。そういう気持ちになってきまして、だんだんとお花を備えたり、お線香を備えたり、お線香をあげたり、することができるようになってきました。はい。お花やっぱりちょっと高いので、でも、寿命が短いっていうのもあって、正直ちょっと、大変だったりはするんですけれども、家計的には。ですけども、そこはやっぱり、省きたくないところではありますので、お花代は頑張って、家計から捻出するように心がけています。はい。皆様のお国ではどうでしょうか？ご先祖様だったり、亡くなった方へのお供え物とか、どういうものを備えていらっしゃいますでしょうか？私は、結構そのお花が多いんですけれども、そしてあと、息子がですね、定期的に学校で作品を作って持って帰ってくるので、それを飾って、こんなん作ったよ、みたいな形で備えてたりします。はい。そうですね。もう立派に息子もだいぶ育ってきてくれてるので、乳幼児の時ほどは手はかからなくなってはいるんですけれども、ただ、男の子っていうのもあるかもしれませんが、行動範囲が広くなった分、危なっかしいですね。毎日毎日。もうちょっと目を離すと、こけてたりとかしたり、本当に、危ないんですけれども、だんだんと、ちょっと自立を促す上でも、距離を置きながら、はい、見守るっていう形、あまり干渉せずに見守らなきゃなっていう形でやってみていますが、やっぱり、どこのご家庭でもそうだと思うんですけども、思うようにはいかなかったり。あとですね、やっぱり両親揃ってるご家庭だと、例えば、パパが、怒り役、ママがなだめる役だったり、逆もそうですね。ママが叱って、で、パパが、ちょっとなだめる係。その飴と鞭と言いますか。
そういうのをこう、二人で分担してやられているところが多いと思うんですけども、私の場合は一人なので、一人で二役、しなくちゃいけないので、その辺のバランスが難しいですね。もう、気持ち的にはもう全部甘やかしたいっていう気持ちでいるんですけれども、それだと本当にわがままな子供に育ってしまうので、えーそうですね。もうずーっと甘やかすわけにもいかないですし、何でもお菓子買っていいよとか言いたいんですけれども、あの、そうですね。それだといけないと思うので、えこう、駆け引き、あの、バランスをとって、あの、やっています。まあ、なかなかうまくはいかないんですけれども。はい。なので、えっと、そうですね。だから、その息子の方も、わーっと私に対して、まあ、叱ったりとか注意した時にわーって言い返す。私に言い返す。え多分、両親揃ってるところだと、もう一人の、もう片方の親の方に行って、なだめてもらう、よしよししてもらうみたいな形になると思うんですけども、我が家の場合は、わーって私が叱ります。で、息子もちょっと反省します。そしたらごめんなさいわーっていうのも私に来ますっていう。で、私が一人でこうなだめるみたいな。はい。あの、叱ることもするし、こう、よしよしってなだめることもするし、はい。まあそういう、多分、そうですね、一人親のご家庭だとそういうのが通常というか、結構そうなるんじゃないかなって予想するんですけれども。はい。なんか結構、不思議な感じですね。もう息子も私しかいないっていうのは分かってるんで。私にはって不満をぶつけるけども、あーって甘えるのも私、みたいな。はい。まあそんな感じで、子育てをしております。はい。うーん。やっぱり、まあ特に夜なんですけれども、もしなんか息子に何か起きたら、もう交通事故とか日常茶飯事で世の中で世界中で起こっていると思いますので、何かの拍子で、まあそういうことになってしまったらどうしようとか、もうかなり、そうですね、本当夜がシーンとなって静まった時は特に考えてしまいますね。もう、本当に、もどこのご家庭でもそうだと思うんですけども、もう子供に何かあったら、もう自分がもう代わりになってあげたいって思うの、本当にそうだなって思います。はい。もうできることなら代わりたいっていう。はい。もうそれぐらいやっぱり、なんですかね、こう、我が子はやっぱり可愛いですよね。から、すごく特に今は、ここのところ、もう結構大変なことが多いんですけれども、仕事のこともそうですし、子育てもそうですし、大変なことも多いんですけれども、それでもなんかやっぱ可愛いな、もうこの息子のために頑張ろう、頑張って働こう、頑張って生きていこうって思えるのは、本当すごいなと思いますね。その親子の絆と言いますか。はい。親になって初めて、はい、感じております。きっと、夫はもっと私より、子供が大好きな人だったので、もっともっと、私よりも愛情深く育てていたんだろうなと、はい、思いますね。うん、はい。
ですね。ちょっと、いろいろあるんですけれども、これからも、二人で力を合わせて、はい、頑張って乗り越えて、一日一日をですね、大切に、そして、本当大切に過ごしていきたいなと思っております。本当に、皆様の温かいサポート、いつもありがとうございます。もう本当に元気、つけられてますし、もう応援をいただいて、本当にありがたいなと。本当に感謝です。ありがとうございます。はい、これからもこの動画作り、そうですね、引き続き仕事の方も頑張って探しながら、はい。今でも足りない分は、ちょっとスポットで、入って補っているんですけれども、はい。そうしながら頑張っていこうと思いますので、引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございます。Thank you always for your support. We will continue to do our best, just the two of us. If this video touched your heart in a little, please like and subscribe. I look forward to your thoughts in the comments. See you in the next video.